こんにちは。私はジャズドラマーの黒田和義で、皆さんご存知の、東京事変のドラマー、畑俊樹くんです。桜餅さっきのいや、だからこの前からね、桜餅って言おうかなっていうだけなんだけど。畑俊樹です。どうも。桜餅さん。はい。畑くんに来てもらって、僕のチャンネルと畑くんのチャンネルで、最近は、レッスンをしてれたりとかすると、もう譜面がないと演奏できませんよ、みたいな子がすごく多くて、で、しかもその市販の譜面で、ガチガチの棒読みで叩くみたいな。で、畑くんなんかはあんまり譜面から来た人じゃないじゃないですか。そうね。どっちかというと、学生の時に全然譜面を読もうとしなかったじゃないですか。いや、そこまでそういう記憶あるかな。俺結構、いや、もともと吹奏楽とかやってるから、そうだね、追いかけるのはあれだけど、あれは多分、言うたら、ザ・決めみたいなのをやらないっていう。そうそうね。そうそう。決めが来ると、基本無視する人。だからね、できないことだからこれ大事。ね、ドラムはね、お酒で例えるならビートがお酒。ビールだったらビールとだったらビール。ずっとビールなのね。で、たまにおかず。決めっていうのはどっちかというと、ピザとか丼物とかね。みんなで一緒に食べましょうみたいなもんだけど、それを無視するっていうことだよね。だからおかずはなくてもドラムはね、基本いいわけじゃない。ジャズの世界ではちょっと多少ね、複雑なお酒、ね、いろんなカクテル、いろんな混ざったビートというか、ずっと歌い続けるみたいなのあるけど、ポップスとかロックのジャンルではやっぱね、わかります。ごめんなさい。普通はさ、普通はビールじゃなくてご飯を例えると思うんだけど、ご飯メインでおかずだけど、もう畑の場合基本ビールだもんな。ビールがあって、で、それでプラスアルファのおかずがあるみたいなんで、決めっていうのはみんなでやってもいいけど、ドラムはビート刻んでれば、ご飯さえちゃんと美味しければ、別にピザ食べっていうのは何してようが別に構わないよ、みたいな、そういうことを言いたいんだよね。はい、それで。で、決めのいろんな、結局、俺なんかはジャズドラマーだから、ジャズの人っていうのは全部決めるのはダサい。みたいな。要は、ポイントは合ってるけど、あとはずらしてる方が、要は、同じとこにいるのはダサいっていう考え方。ロックは逆に一緒にせーのの方が楽しいんだけど、ジャズの場合は、メロディーに対して誰かがメロディーやってたら、メロディーの違うメロディーを対旋列で弾くとか、メロディーのないところに何かをするかとか、結構、分担分けをするんですが、そうやって考えると、別に全部決める必要はないし、ビートで通り抜けるっていうのも一つの考え方だから、サムスカンクハンクみたいなね。全部。それぐらい知ってるけど。それも無視するみたいな。そう、あれもそうやって叩いてた。多分それだと。そう、あれでも三拍子が一個入るから。そこだけ間違えなければ。ずっと裏返ったまんま。そう。タツツツなっちゃうみたいな。その話してる。裏返ったまま戻れない。戻れないっていうやつね。はい、わかります。でも今回の企画は、基本は、なんていうの、畑くんはこのバンドではこうやって演奏したけど、もっと他にも考えれるパターンもあるし、何を基準に、で、僕も結構ポップスの仕事はそれなりにこちらでもいただいてですね、いろいろポップスの仕事はジョイサウンドのカラオケのドラマ叩いたりとかですね、いろいろポップスの仕事はしてるんですよ。で、そういう時こういう曲をパッと任されると、全部その通り書き譜のままやるよりかは、僕は比較的、自分のポイントだけ押さえて、あと自由にやらせてもらえるんだったら、僕ね、フルオケの仕事でもさ、受けるときに、譜面通りやれって言われたら僕ちょっと無理っすっていう、特にオケ用に作られてるドラムの譜面って、言うたら悪いけど、これほんとドラム用みたいな、ちょっと全然違うというか、言い方はダサいというかさ、その場の雰囲気に合った、フレーズじゃなかったりして、だからそこら辺も変えさせてもらうんだけど、
ドラマーって結構変えていいとこあるじゃないですか。変えていい。たまに、だからね、さっき言ってたうんどんさんの仕事とかは、変えていいですかって言ったらなんかブツブツ言われたみたいな。そう。まあ、骨格というかね、ほぼビートだから、で、ビートに2ヶ月前かな、来た時、譜面がクロちゃんと似てるねってね、おっしゃってて。で、こちらが畑くんが書いてくれたこのキラーチューン今日やる曲の譜面なんですけど、こんだけしか書いてないんだけど、あとは耳でメロディーに反応したりとかしながら叩いてるわけじゃん。レコーディングでもおそらくこれぐらいかな。もうちょっと書いてたかもしんないけど、まあでも今は、これで十分というか。これね、ジャズの譜面でもそうなんだけど、ジャズの譜面って、こう、例えば吹奏楽っていうかビッグバンドあるじゃん。で、僕ビッグバンドの全国大会の審査員とかやってるんですけど、で、そういう時に、こう、ワークショップがあった時にさ、言ってたんだけど、学生がこういう譜面にさ、指導されたことをブワーって文字で書いてるわけ。で、そうすると言われたのは、目からの情報が増えるから、覚えたら消せ、みたいな。それちょっともらおう。俺も吹奏楽をなんかね、指導させていただいたりすることがあるんでね、もう書きまくってどれがわかんなくなってるそうなんだよ。だから、こういう元のフレーズに対して書いてもいいけど、覚えたら消さないと耳からの情報が減るので、譜面的にはこれぐらいが良い。だから全部ドラムの音をこう書いてあると、まあ結構いろんな人がこう上げてますが、こう棒叩きになっちゃうというかね、なんか棒読みになってるというか、なんでその音叩きたいんだろうみたいなのが、まあそういうところを、まあこう僕らはこうやって考えてやってますよ。特にジャズなんかはこんなにも情報なかったりするんですよ。これ本当ね、あと書いてるとこ先読みしましょうみたいな譜面の読み方、数小節先読みって先読みって、それ俺良くないと思う。まあ良くないって言い切るのは良くないけど、今を見てね、先を見て今ここで鳴らしてる音は果たしてそれが本当のリアルタイムでいい演奏なのかってことになるじゃない。今音楽はここにあるのに、譜面の読み方として2小節3小節でビートがこのマーク、同じことやりましょうの時は、スラッシュね。スラッシュのマークついてる時は、ね、その時ぼーっとしてないみたいな時あるし、そうじゃなくて、今みたいなことが少しね、書きすぎな場合は薄れることがあるかなとか思ったりね。まあ、そんなことも含めて、この曲を、まあ僕のバンドね、僕がいつもお仕事でやってるバンドのメンバーに、まあ、大人の事情でですね、椎名さんが歌ってるやつなんかは使えないもんですから僕のバンドで全部作り直したやつで、こう、いろいろこれ、畑くんに叩いてもらったんですよ。で、これは、なんか、もうほぼほぼ録音の通り、思い出しながら、だいぶ変わった、やっぱり。いや、ほぼほぼ、多分、聞いてる感じは一緒だと思うけど、やってることは違うかもしれない。それでいいんだよね。それでいいんだよね。で、それができないっていうか、もう書いてる譜面をそのまま追うだけになってる人が多いから、なんかもっとこういうふうに考えたり、もっと今の音に集中するためにどうすればいいか、みたいな話をしていきたいな、みたいなことで、このキラーチューンを順番にこう録音したものを聞いていきながら、まあ他にもっと方法あるんじゃないのみたいなのを、ちょっと。でも意外と、まあこの曲に関してはね、ちょっとわかんない。これ伊沢くんがアレンジしてるんだけど、ピアニストの。伊沢くんのアレンジって結構隙がなくて、で、ドラムに関してはもうほぼほぼらかしというか、手打ちのがちょっと入ってたりするぐらい、というか、まあ聞けやって話か。まあでもちょっと自分もさっき一回聞いたときに、これやってるの面白いなと思ったりとかした部分とかあって、ここってこれでもいいじゃんみたいなのもあって、それをちょっと前から聞いていこうかね。はい。それでは聞いていきましょう。贅沢な見方もっと欲しがりますだけだって勝ったってこの感動は揺るがないの貧しさこそが敵贅沢するにはきっとはい。これ
れですね。うん頭のここはまあ、あれだよ。でも裏打ちにしたんだよね、だからこれは。ここずっとハイハット裏打ちしてるじゃん。うん。これはなんかなんかこう、そういう感じにしてって感じだった。いや、裏打ちというか、それこそクロちゃんの畑だよね。だから、ここ、テンポが8分音符イコール296？ 6か。246か。まあ、要は、1234、1234、1234で取りましょうっていうね。だから、もうこの話すると、これだけで今日終わるんじゃないかって、バックビートとは何ぞやっていう話になってくるじゃない。クロちゃん的にはっていうか、まず俺が言うとしたら、俺、バックの逆って何ぞやったらフロントじゃないですか。まあそうだね。フロントがあるからバックビートがあるって思ってて、で、そのバックビートって呼ぶ理由は俺それだと思ってて、で、その楽天とかそういうね、もうほんと18世紀とかね、昔のね、偉い人が考えたね、1と3が強いですよっていう、脅迫っていうことね。脅迫ね。強く演奏しなさいじゃないけど、重きを置くというか、そういう捉え方。それの裏側へ来るのが2と4だから、それをバックビートって呼んでて、なんで、この譜面8分の8拍子ってなんか珍しい感じで書いて、8分の8で書いてね。1,2,3,4,5,6,7,8。1,2,3,4,5,6,7,8。なんで、本当のこと言ったら、テンポ246の4分の4で書けばいいんだけど、そうすると、譜面がめちゃくちゃ倍になってしまう。だけど、バックビートをしっかり意識するためには、1,2,3,4、1,2,3,4、1,2,3,4、1,2,3,4。なんで、ハイハットが裏打ちというか、ハイハットがバックビート。ね、クロちゃんの世界でいう、1、2、3、4。これ、ハイハット踏んでんだっけ？これ、叩いてる？ここは叩いてます。僕がさっきのセッティングの時言ったけど、クロちゃんとかね、普通のジャズの人より開けるのは狭いんで、だから、叩いて、でも、ライブの時はこの曲結構ハイハットフットスプラッシュ使うし、結構だから開けてはいるけど、結構がっつり叩いてます。ズンチ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 ャンチンチンチャンチン。まあそこが言ったらバックビート。これが、じゃーん、タッ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 ターン、タンタンタッタンと、こうなると、もうすごい嫌な言葉で日本人の手拍子は盆踊りだって言われてね、いや、盆踊りのどこが悪いねんっていう話なんだけど、でも、これは違うじゃん、やっぱ。で、イカが、イカターン。これはやっぱり、確かに盆踊りっぽいなっていうことで、うち、タッタッタッタっていうのから、まあ、ハイハットはやっぱ裏かな。それで。そう。あれはね、盆踊りが悪いというか、さっき言ったけど、これは俺はいつも思ってることなんだけど、これは表で叩くと、これはリズムが動かなくなるので、正の美なんですよ。日本のダンスは上下運動じゃなくて、ポーズの美だよ。盆踊りともそうだし、こうやって歩いてポーズを取る。そうだね。ポーズを取る踊りなんだよ。だからポーズを取るから、表紙は止まった方がいい。なるほど。だから、それ新しい俺の中で。だから例えばヤーレンソーランとかもそうだし、基本芸者さんが踊るのも、要は着物ってこういうやつだから、飛び跳ねると果たしない。崩れやすい、はだけやすい。はだけやすい。はしたないか。果てしないじゃないか。はしたないんで。はだけてしまう。だから、基本は、このビートが正の美を、だから、正のダンス、ポーズのダンスをするから、だからそれ適材適所なんですよ。で、贅沢は味方こう考えるとありだな。ありだ。そうですよ。だから、お片付けっていうのを子供たちこうやってやってるの、お片付け、早片付けんか、お前、みたいな感じになるやんか。俺もね、ほんと。2泊4泊に手拍子すりゃいいってもんじゃない。そう。それすごい寒いみたいな。お片付けやったらいいけど、ねーねー、コロリーよ、と、興奮して寝られへんから。これは大きく表に吐くのがいいわけですよ。だから、強く感じる拍だから、強拍っていうのはね。強く感じてる拍を
強調するとリズムはそこで落ち着いて止まるんですよ。安定してるからね。いや、初めて聞いた、俺、クロちゃんからする。あ、そうなんですか。はいはいはい。まあそこら辺の、細かい、リズム理論は全部作ってあって、強拍と弱拍って結構音大で教えてても、みんな知ってる。1、3拍強拍ですよねって言うんだけど、それ以上何も、授業で使ったこともないんだけど、俺めちゃくちゃ使うんで、授業中に。強拍だからこうするよねとか、弱拍だからこうするよねみたいなのは、これは人間が感じるポイントなので、で、じゃあここの曲は、だから畑くん的には、ちゃんと大きくは取りつつも、もう最初からビートを感じてないということで、ハイハットを24にしたわけだよな。だから、素晴らしい。はい。っていうことは、これはでも、ちょうど、この裏打ちって結構難しいから、やっぱりこれって、アマチュアの人だったら、とか、ドラム始めたて、まだ3ヶ月とかの人だったら、これは表拍だけでいいよね、ここはね。多分。ね、全然。全然音楽的に。で、ここでちょうどバスドラ踏んでくれてたじゃん。言ったら、キープさえ、全員白玉だから誰かがいてほしいなっていうだけで、確かに。じゃん、ちー、ちー、ちー、じゃん、ちー、じゃん、ちもありはありだよね。結構、それはそれで、ちょっと感動的な感じになりそうだね。なるかもしれんね。後でちょっとやってみようか。ちょっとやってみましょう。やってみましょうか。はい。ね。畑くんが叩く表拍のキラーチューン。大きく捉えて、でも2段目に行ったらバスドラが入ってくるから、だからこれで別に展開するんで、絶対ハイハットの裏打ちってめっちゃ難しいから、初心者は表でも全然いいと俺は思ってて。例えばでも俺だったら表でやるならみたいな。やってみましょう。やってみようか。みたいな。全体的に半分にするからね、3連が。じゃーん、タンととことじゃーんみたいな。で、だんだん速くなってなんか、ドラマチックというか、ね、確かに、踊りの感じがするね。ゆったりした感じね。で、このタムのフレーズは、これはどうやって考えたの？これはもともと、だから、ベースのラインがあるんですよね、これ多分。ベースのライン聞いて、それとユニゾンするフレーズ考えたって感じ。これも、伊沢くんはタムフレーズだったら何でもいいよって。まあ言ったら、ジャングルビートっていうの？ジャングルビートっていうこれ。なんかこれは、ジャングルっていうとさ、これはアフリカンビートみたいな感じ。アフリカンビートっていう。吹奏楽で言うとアフリカンシンフォニーっていう曲がある。あれでこれを使うよね。だから。加藤茶さんがよくやる。シング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 みたいな感じ。あれもアフリカンビート。まあ、これなんだよね。これに。普通にシングシングシングだとフロアだけのアクセント糸だけだもんね。そうそう。いわゆる6ストロークと、16のアクセント移動みたいなんでやってるけど、そんな感じだったけど、これもさっきの話の延長で、1234223C1234223C のとこにスネアが入ってるっていう。そう。いや、それ、やっぱなんかロック的だよね、すごく。だから、普通にやってしまうと、すごい、本当にシング。まさにシング。俺だったら多分それでやっちゃうし。なるほど。だから、スネアの24残したかったけど、大きく捉えたいから最初のスネアと、で、ウッタントンのところはベースラインにちょっと乗っかって、作ったって。じゃあ、これ、今この新曲として考えて、これを他のパターンだったらどうやって叩く？他のパターン？ここはやっぱりこれで決まっちゃうか。ここは、いや、それこそこう、クロちゃんが言った。それでやるとどうなの？頭からでもいいや。この後だよね。
ありだよね。だから。確かに、俺、変なことしてるね。いやいやいや、それが、なんか、はたぼうらしい感じがするよね、すごく。多分、これ、他の曲でも言うと思うんだけど、俺、本当に、右始まりのオルタネートを練習したことがないね。だから、フロアからスネアへのスムーズな移動って、実は、右利きの人って難しい。むずい。だからこれやりにくいんだよ、このフレーズ。だから、あえてそういうのを、やりたい。やりたいというか、そういうところで、畑節というか、旗節作りたい。軽々しく叩けないイコールあんま聞いたことないです。そう。特にだからこの、これ、普通だったら、そうなるけど、ここでね、なんかパラディドルとかを使わないといけないけど、そうするとパワーがもう落ちたりとかね、失速したりするから、だからそういうね、多分回した時にスネアに戻りやすいっていう、いわゆるそういう手順をそこに結構俺は時間使ってたね。すべてのドラムの対するときに、右利きの人だったら難しいでしょみたいな。なるほど。そこのためにフレーズ作りをするみたいな。ドン、ストン、スタン、ドン、スト、ストタンって、ストタンはね、難しいよね、みたいな。でも、昔さ、ハトバーが専門学校の時にさ、結構最初ハイハットこっちやるかとか迷っとったじゃん。結構ね。で、いや、それ。本当に最初の時ね。そう、最初の時に。で、俺相談されたんだよ。覚えてないかもしれないけど。いや、覚えてで、俺は、絶対、俺たちは売れねえから、だから、対バンでやらなきゃいけないから、お前めっちゃ売れたけど、いや、対バンでやらなきゃいけないから、ハイハットをこっちだって嫌がられるじゃん。だから、こっちでやった方が、左利きだったら、多分絶対オープンハンドの一人者になったらいいじゃんって言ったら、本当になったもんね。なんか。そうだね。そうやって考えたら。いやなんかちょっとなんかおごってくれてもいいよね、なんか俺に。いや、本当に、ね、ジュンさん僕らの先生ですけど。斉藤ジュンっていう。ジュンさんが。とんでもないドラマがいるんですが。ジュンさんに相談したときに、全然いいんじゃないって言って。レッスンも、じゃあ俺もそれでやるって。俺のレッスンの時、ジュンさん、全部左折り。左折りでやった。この人は何者なんだっていうね。いや、この間、サイモン・フィリップスのさ、お手伝いをしたんですけど、あの人全部反対でやるんだよ。で、ジュンさんも全部反対の練習する。で、なんでそんな練習するんですかって言ったら、難しいからに決まってるんですか。だから俺は、その難しいことが自然にできるから、そっちにも、尖った石になりたくて、ざるにね、ふるいにかけるとしたらさ、俺らそれこそね、ポロポロ落ちるちっちゃい石かもしんないけど、尖った石ならふるいにかけても落ちないじゃん。尖ってたい。いや、いいじゃないですか、それは。すごい。いや、ジュンさんとかは、ナンプレやってるみたいなんですよ、ドラムやってるから。難しいからやりたいみたいな。音楽的かどうかはちょっと微妙なところだけど。いや、それがね、まあでも、あそこまで上手くなったらさらに音楽性もあったりとかして、もう勝てないんだけど。今ちょっとそうじゃなくて、だから言ったら、だからそういう、普通じゃ出てこないこと、そこに本当に時間費やして、だからみんな、ね、オールアメリカンドラマじゃなくて、スティックコントロールとか、ね、右始まり、左始まり、絶対わざわざ書いてあるじゃん。書かんでももうやってくださいって最初に1ページ目に書いてあったら半分のページで済むけど、みんなやるじゃん。俺はそっちはやらなかった。まあ、レッスンの時これだけはやれるのあったけど、そこの、だからみんなより基礎練習の時間が半分で済んでるから、そこを俺は、まあ、この左始まりのオルタネートでしかできないことに力を費やしたわけでございます。だから、結論だからこれ初心者の人は、タムフレーズさっきみたいにシングシングシングでええよ、みたいな話だな。シングシングシングのタッタンタンだけ最初。そう、ダンダンダン、ダンツタンダダン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 でいいやな。それでやればいいやん。そう。だからそこを、この譜面を買った人がすると、書いてあるからっていう理由で、こうさしてまで無理やりやろうとするから、
で、それでタイム遅れたら、バンドかっこ悪くなっちゃうから。そう。あんまりしかも、なんでそんな難しげにやってんのっていう。そう。ただのそれだけだから。もうね、ちょっと手貸して。これ、右でやったら普通に。もうこれでいけるから。でも、ここにスネアに2拍目と2小節目の4拍目にスネアが入ることで、旗と式だと。だから、旗くになりたかったら絶対そこ叩かないかんけど、っていう話だよね。そう。そう。あとはね、これ本当皆さんに言っときたい。これは。これをできてない人は、ね、キラチューンを叩いてみたとか世の中にいっぱいいらっしゃるけど、これをやってない人は叩けたと言えないとか。そこはこだわりだね、こだわり。いや、そんなことどうでもいい。ああ、そうなんです。どうでもいい。だって実際ミックスしてね、聞いたらそんな聞こえてねえし。頑張ってやってんのにな。頑張ってやってるけど、癖だし、全然これでね、生だったらちゃんと聞こえじゃん。これがちょっと派手にしたくて、これができるできないなんてね、ほんと些細なこと。大事なのは言ったように、2拍4拍がしっかり出てればいいっていう、それを強調しただけだから、これフットスプラッシュが大事とかそういうのはね、本当皆さん本当言っときます。どうでもいいです。大事なのはビールの部分です。これですね。ビール。まあ普通のご飯のとこやな。そう、ご飯の。いや、普通ご飯って例える。ご飯とおかず。まあ、ビールとおかず。大人の前とつまみね。はい。というわけで、で、普通の 2A に入ったところが、要はメロディーじゃん。財布だけじゃ足りないね。だって麗しいのはさらにないの。まあそこはいわゆるシャッフルみたいな感じで、ツッタン。ニューオーリンズビートっていうんですかね。こういうのも意外と右利きだと難しくない？ハイハットでやるの。いや、難しい、それ。ね、交差するけど。できなかないけど。フロアタムだと難しいな。やっぱりそれがね。できなかないけど、それがさらっとできる。まあ、ライドだったら楽勝だろうけど。まあでもこれ、もう本当初心者の人はツッタンだけでいいんじゃないかな。で、サビのところが、あれいくじゃん、さっきの同じリズムパターン。また、これがさ、音源聞くと、ここはベースはここ8分に行ってんだよね。だから、ここはわざわざなんだっけ、最初のイントロのベースラインに行ってないわけでしょ。そこを、あえてこのパターンに行ったのは、めっちゃ面白い。伏線貼っといて、回収してるなって感じがするんだけど。ああ、やっぱ、俺なんか、やっぱね、クロちゃん、ジュンさんよりクロちゃんにね、ドラムを教えてもらったことがいっぱいあるな。やっぱ、モチーフがあって展開、モチーフがあって展開みたいなのが好きなんだろうね。で、しかも楽できるじゃん。同じことやる。同じことやってても、他が違うから、同じことやってても違うく聞こえるじゃん。そう。で、しかもこれベースが変わってるから、よりなんかドラム暴れてるなの感じで、ここがすごいこう、センスいいな。だから、俺だったら、多分ここ、ハイハットオープンでやっちゃいそうなんだよね。ちょっとやってみてよ。いや、これでもいけそうじゃん。全然
然 OK。これもいけるけど、うんあえて、さっきのタモのパターンに戻ったのが、こここが秀逸だなって感じ。うんで、実際これでめちゃくちゃこのタモのフレーズが印象付けられるじゃん。うんサビのとこにも出てくるっていうのはさ。いや、でもちょっと怪しいのは、ひょっとしたら、ここは井田君がタモで行ってって言ったかもはしんないけど、かもはしんないけど、やっぱ、こっちだと普通というか、いわゆるジャズの譜面とかじゃないけど、何も書いてない時だったらこうするなっていう感じはあるかも。じゃあ、ここの、サビのところが終わって、で、この後、この譜面の書き方、サビのためだけにリピートするんだよな。これ、いや、俺は多分絶対書くとしたら、サビは多分2回書いて、で、逆に、ダルセーニョかけて A メロとか B メロとかを多分、省略するかな。多分ね、コードの展開一緒か、あとは歌い回しで1カッコ2カッコにしたい人ああ、なるほど、なるほど、なるほど。その方が、曲理解できるからね、見えるから。一番最初の4小節は間違いなく変わってて、後半は違うよっていう。だからドラムの譜面はコードがないから全然8小節リピートでいいんだけど、まあ、多分なんか書こうとしてこれ書いてないだけで、書くんだったらこうしといたらいいじゃん。書ける2ってこう譜面に書こうとするとぐちゃぐちゃってなる。ああ、なるほどね。だから、その癖があるな。俺はね、多分だから、俺だったらこう16小節普通に下には書いちゃって、で、感想を入れて、また2番に行った時にここにダルセーニョつけちゃうかな、みたいな感じなんだけど、まあでも、俺も歌い回しが違ったら、1カッコ2カッコっていうか語尾変えるから、これは書き方としてはやっぱそうだよね。確かに。ただ、キックの場所がちょっと違うんだよね。ああ、なるほど、なるほど。ここの 2A は、キックが、ああ、なるほどね。3A のところと 4A のところは、パターン変えたから、まあ、まあ違うよっていうことをしたかったんだよね。そうそう。はい。で、このウカッカーっていうのは、これはドラムの、なんか、合図これなんか他の人決めてなかったよね。いや、決めてないね。それは、それは多分、俺の中の決め事だった。ああ、俺こうやってやってフィルインに展開していきたいっていう書き方だね。だから俺だったら、俺が例えばアレンジャーだったら、パッパーみたいなやりたいのドラムでやりたいみたいな。だからメロディーとして自分でこの歌だぜって聞こえるの書いてある。そうそう、本体が入るなら。あなたは私のまあでも、はたぼうらしいよね。はたぼうは本当にメロディー好きだからさ。昔からずっと、クリボーがこのだいぶ前に言ってたんだけど、はたぼうメロディー一緒に歌いすぎて、遅れてくとか言って。いや、メロディー、リズムって、キープしてて、メロディーってちょっと遅れがちに歌う方が味が出るから、一緒に歌うと、まあ、ついついていっちゃうっていうのは、まあね、でもそれぐらいメロディー、大事にするタイプだから。1曲目の話がだいぶ膨らむけど、だから、動機使わない曲でも、バラードとか、俺クリック聞いたりするときある。やっぱどうしてもレイドバックして、みんなもやっぱ歌い上げたい。まあ、歌ももちろん、どんどん遅くなるから、俺も、って行きたいけど、どんどん遅くなるから。まあまあでも、ジャズの CG とかあるよ。もうテンポ終わったらバラードでみんな気持ちが入っちゃって、終わったらテンポ30ぐらい落ちてるみたいな。で、もう一回、そう、もう一回聞こうと思って聞いた瞬間に、早っみたいな。ある、そんなの。遅くなると今度歌えなくなるしね。そう。声が続く。まあだから、そっか。それライブでも結構クリック聞くってことライブはね、結構、動機がない曲でも聴いてる曲も意外とあるよっていう。そっか。ジャズなんてまず聞かないからな。もうその場でやるから。でも、ね、クリックだと、さっき言ってたクリックの悩みってあるじゃん。だからバスドラ一緒に踏むと、なんか、クリック聞こえないから、どんどんクリック上げてって、耳痛めちゃうとか、あと、そうだよね。で、なんか、今日はクリック。また、あれで、また改めてしたいね、そのクリックの。いや、まあ今話すけど、
まとめていや違う回で。うん、クリックはだから、俺はだからクリックがちょっとだけ前に聞こえるようにとか、ちょっとだけ後ろに聞こえるようにとか、ずっとキープする練習してて、これドラムのあれじゃん、電子ドラムの、あれでトレーニングモードってあるんだけど、ずーっとクリックをクリックの2コマ後ろをずっとキープする練習とかずっと、結構できんだよ。すげえな。4ぐらいとか、5ぐらいとかできるんだよ。だから、グッドじゃないとこをあえて狙って続けるってことね。そう、グッドで続けるのはまあ普通にできるから、グッドからずーっと1個後ろをキープできるとか、結構できる。それ YouTube 上げてるんだけど、ずーっと1でキープとか、ずっと2でキープとか言ってやって練習してるやつがある。もう相変わらず何者なんですかっていう。いや、なんかそういう練習、重箱の隅つつき練習が好きでね。というわけで、で、ここの後でハーフになって、じゃん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 。まあ、これハーフはもう定番の、バスドラ、ベースとギターに合わせて、ゆったり叩いて、まあ、言っても変な感想だよねってね。急に出てくるには。まあね。で、ドラムピックアップで、ここドラムソロ。で、その後のバンプ2っていうのが、バンプ2って、バンプの1がないくせにバンプ。ここ作ってたよ。これもハーフなんだっけ？でもバンプ3とか書いてあるけど、それ違うもんね。バンプじゃなくて、もうなんか、多分、インターって捉えてください。インターネットでね。このタムフレーズだよね。ここタムフレーズで。インターと間違いです。すいません。で、この 3A のとこは一回静かになるんだっけ？なんだけど、キックが入ってくる場所が一番より早いんじゃないかな。ここから入ってた。ここから入ってる。いや。ここから入ってる。違うんだ。旗棒はここから入ってたんだよ、さっき聞いて。ここから入って、1番はここも入ってないんじゃないかな。1番ね、ここ入ってるんだよ。で、ここから、1番はここから入ってるけど、2番は1個手前に伏線張ったなと思ってて。ごめん。原曲は、1A とか1、この最初のイントロね。1A 曲は、ひょっとしたらここまで、2段目まで入ってないかも。入ってないかもしれない。ちょっと、ごめんなさい、その辺ね、自分の CD ってそんな聞かないから。はい、そうだね。わかります、わかります。だから、ライブによっては、2A も、このバンプ2で突っ切ったりする時があって。なるほどね。ダダンダンダランダランダ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 ランダランダンダンダンで歌が入ってきてもそのままいってるみたいなね。ずっと間違えたのハトシちゃんってみんながかわしてるけど、いや、今日そうしたかった。そうしたかった。でも、それはありだよね。そういうのね。出ないと、毎日同じツアー回っててさ、もう。ねあれね、ほんと、ジャズの人とかはね、まだいいよね。いろんな引き出しがね。もうやりたい放題だから、ジャズは。ワクワクだけどね、毎日。今は減ったかもしんないけど、CD と同じフィルイン、つまみだよね。おかずだよね。違うフィルインしただけで間違えたっていう人とかいるんだよね。いる。なんやねん、それ。フィルインって別にね、つまみね、今日はだって枝豆かもしれないけど、明日は枝豆いらないもんね。今日は砂肝ポン酢とか。砂肝ポン酢ね、ちょっとこってり系でいきたいな、みたいなとかね、あるもんな。砂肝ポン酢はこってりじゃない。ポン酢だからまあいいけど。まあ、ビールがうまけや、ね、つまみもなんかいろいろその場で変えたりしたいし。これまた話がそれるようだけど、俺がもともと東京時代に入ったのが、まだ椎名林檎のソロの時なのよ。椎名林檎のソロの前に叩いてらしたのが村瀬さん。村瀬さん。その印象がお客さんすごい強くて、で4年ぶりぐらいに活動再開の時俺だから村石さんと同じことやらないともうダメだみたいな。いや、あんな武闘派ドラマーがもうほんと、すごいから、ライブ終わったらこう、氷に手をジューってつけるみたいな。ジューって音がするらしい。本当に。セッションみたいな、血だらけの手をこう、氷水に入れてやるみたいな。いや、でも俺、菅沼幸三さんにも昔ね、お世話になったから、幸三さんとかももう、手がもう、いやだから、これね、
ハードロックのドラム叩いてた時にさ、新原さんがドラムの音が聞こえないんだって。ああ。で、だからもう感覚だけで、手の感覚だけで叩いてるって言って、で、っていう話をされてたんですよ、本人がね。で、それ YouTube 載せたら、そんなわけないって書かれて、いや、でも、そういうのいるよね。いや、ものすごい爆音でやるから。そうそうそう。だって菅沼さんがさ、新原さんのバンド行った時、新原さんのギターのこのでっかいスピーカーでさ、チャって弾いたら風がブワってくるみたいな。本当にマーシャル使いの人とかドラムなんかもう一発でかき消すし、逆にメタルとかハードカーの人ってオープンにも当てないし、意外と早いから、意外と音ちっちゃかったりするんだよね。だから、サラサラサラってスピードがあるみたいな。まあ、ヤンペースなんかはめっちゃ力抜けてるもんね。そうなんだよね。だから、すっごい抜けてる音してるもん。なんで、なんかそういうだいぶ脱線しましたが、何の話だっけ？武闘派の、村石さんの後釜で入ったから、それで、まあ、フィルインをそのまましてないと、なんか客に言われるみたいな。もしくは CD 通りか。村石さん通りか CD 通りか、みたいな。ね、その4年間ずっと聞き続けて待ちに待った人が何かわけのわかんない小僧が出てきてみたいな感じだから、まあ、だからね、こう話戻るけど、2番の絵、もう一回来る、でれれれれれれれのとこを、スタンタン、スタンツカンツカランってやったりとか、するライブもあったなっていうね。まあでも、その瞬間に流れた音楽でやれるのが一番いいからね、やっぱりね。歌の人がびっくりするようなことは、トゥーマッチってことだから。まあ。でも全然そうじゃないから。だし、俺ごときの小細工で、なんだ、動揺するようなボーカルはダメだと思ってるから。俺がこけるとか、やたら走るとか、やたらもたるとか、じゃなくて、プレイの内容で、それは明らかになんか場違いなゴスペルチョップ入れるみたいな、そういうことじゃなく、なんかね、アレンジを少し。まあその場で思い浮かんで頭になった音を演奏していくのはいいよね、みたいな話だよね。そう。このままサビ行って、最後の繰り返しのところがなんかいろんなことをやってたんだけど。私はあなたの一生何回やってもちゃんと、なんか、8分音符1個分ぐらい後ろにずらしとったね、毎回。多分ね、譜面に書くと、6連と32分。タカタタカタタカ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 ターン。なるほど。これだから、基本1回静かにして、パイアップしていくのにバスドラやって、で、最後、なんか、ここも、スニアに4叩いてくると、ウッタンタンタンタタンタタンを歌ってる感じだよね。そうだね。イメージ的にね。だから、基本そういうメロディーとか大事な部分が聞こえてきたら、それをちゃんとアクセントでパッて寄せながら演奏できるようにしてあって、実際、ドラマーってそうやって上手い人ってそうやって叩くから、その譜面を全部取って、ここはこのフィルインじゃなきゃいけないとか、ここのパターンはここに合わせなきゃいけないとかではなく。この感じだね、なんかね。今日というか、今回この感じだね。そうだね。確かに、ほんと、
ハイハットで静かにやってる。はい、盛り上がおかずを入れて、ビートに行く。それでいいよねっていう。それでいいと思う。だから、全体的にここ、まあだからハーフになってるからゆっくりになって、で、まあちょっと上げてって、で、最後ビートに戻って最後。だからその3段階ができてたら、別に他にもいろんなパターンが考えられるじゃん。究極を言うと、このアウトロいるかって俺は思う。それはまあ演歌。これは伊沢くんらしいというかさ、やっぱね、シナリングはソロっていうバンドだったらここ多分ないよ。なるほど、なるほどね。歌の人暇だもん。しかもハーフでしかもね、激しく歌い上げた後、これが来て。もう一回来て。もう一回盛り上がってくるけど、歌は来ないんだよ。なるほどな。そう。いるかって話やっていうとこまで行くんや。あの時でね、俺すごい人に気使うけど、そういう時だけごめんね、シナさんって思う時がある。なるほど。手持ち無沙汰じゃないかな、みたいな。なるほどね。まあ、ということで、このキラーチューンの、こちら、なんか、この畑くんの書いた手書きの譜面を、ちょっとね、こんな譜面で、バンプとかね、書いてあるけど、まあいろいろ書き直して使ってもらってもいいんですけど、これぐらいでなんか演奏してんだよ。で、なんかフィルインとかもいちいち書いてないし、ただ、この自分なりにこうやって歌うよな、みたいなとこはちゃんと書いてあったりとかして、そういうとこをなんかいろいろ学んでもらいたいので、この譜面は、詳細欄の、メルマガか LINE の方に登録していただくと、これを、ダウンロードできるようにさせていただきますので、はい。今日は畑くんにキラーチューンの徹底解説をしていただきました。本当に、この説明はまたします。これ、なんで癖なのかっていうのは違う曲でも出てくると思います。はい。じゃあまた他の曲でも解説したいと思いますが、今日の解説は終わりたいと思います。畑くんでした。イエーイ、はい、桜餅忘れてなかったね。言うかなと思ったけど。はい。ありがとうございました。贅沢は味方もっと欲しがりますだけだってかってこの感動は揺るがないの貧しさこそが敵贅沢するにはきっと財布だけじゃ足りないねだって麗しいのは足らみないのは何ご注意ご覧でわざと得たんだ季節を使い捨て生きてこ夜も秋も盗めないよあなたは私の一生もの贅沢するにはきっと妬ま